人間ってね、差し上げる、自分を差し上げるっていうのがすごく大事。私の場合は、喜びをいっぱい差し上げてるんですね。朝昼晩、いつでもというかね、先ほども私のところ、駅から家までね、20分ぐらい歩くんだけれども、その時もそうですよね。周りに喜びを差し上げてるんです。おる人もそうですし、例えば追い越す人にもそうですね。とてもいいところなので、皆さん走ったり散歩したりしてますね。数人で走ったり、あとは十何人ぐらいでね、走ったり歩いたりしてるんですけど、これ、私はこの避けなきゃいけないですね。走って追い越していくから若い人たちは。全員祝福するんですよ。祝福するったら語弊がありますね。祝福を差し上げるの。私の祝福っていうのはごく普通に神の栄光をいっぱい差し上げますって言って、で、私が今やりましたね。神の栄光。神の栄光っていうのは命のことを言ってるんですね。私は神と言ってんだけど、普通こうやって喋るときに神神と言うとね、皆さん違和感感じると思うんでね、意識とか命という命の働きって言ってるんですけど、意識っていうのは命の働きです。で、その意識、命が実は神なんですね。神っていうのは存在の全てだから。だからそれをね、今もそうですけど差し上げるんです。例えばね、私が動かさないで、体を動かさないで喋るとこんなになりますね。神というのはね、存在の全てなんですね。これから素晴らしいことを日々に差し上げるというの体験をしますとね、こんな感じになると思うんだけど、それだと説教してる感じになるんじゃないかな。ちょっとわかんないですよ。ただ私はもうご存知の通り、今もそうですね。こういう喋り方しないんですよね。喜びを差し上げる。喜びを差し上げるっていうのは皆さんそうですけど、喜び、嬉しいね。これ差し上げるときにこういう感じになるわけですね。私は喜びを差し上げてるんですよ。それがね、人間にとってとてもいいことですっていう喋ると、多分差し上げてない。自分が自分で喋ってる感じですね。そうじゃなくて喜びを差し上げてるんです。でこう言うと、こんな格好になりますね。それで喜びを差し上げるっていうのは実は喜びなんですよね。悲しみを差し上げるっていうと、私はね、悲しみを自分で悲しまないで皆さんに差し上げますっていうと、こんな感じになると思うんです。そうじゃなくて、喜びを差し上げます。喜び差し上げますっていうのは私はね、いつも喜びを差し上げてますんでね、こういうほら感じだと差し上げてないでしょうね。私は健康、病気なんかしたことない。で、朝から晩まで喜びを差し上げてると、病気なんかならないかな。喜びを差し上げないと多分、差し上げない人は病気になるんじゃないかね。これも勝手なこと言ってんですよ。ただ、喜びを差し上げてると、病気にはなりようがないね。病気って多分気を病むと書くんだと思うんだけど、差し上げてるっていうのは、気を病んでんじゃない、病んでんじゃなくて、差し上げてるからね。それから差し上げるっていうのはね、命の働き、あるいは意識の働きを下から上へ差し上げるんです。よくまた聞かれるんですけど、誰に差し上げるんですか。で、お答えはね、神に差し上げるんだけど、神っていうのは全ての全てだから、ひたすら自分が差し上げるんですよ。自分が自分を差し上げる。これが祈りでしょうかね。祈りっていうのは神様、素晴らしいものを差し上げますよっていうのが祈りだと思う。だから、常日頃から祈ってると、多分、病気ってしないんじゃないかね。病気ってしないんじゃないかねって言ってんのはね、病気っていうのは自分の選択です。自分が選択してる。嫌なことが起きたらどうしようかっていうところから選択してるんですね。で、私は嫌なことが起きたらね、面白いね、嫌なこと起きたってこういうわけですよ。だから嫌なことを差し上げちゃうので、心と体には響かないんじゃないかね。今読ませていただいてね、そういう感覚を受けたんだけどね。とにかく私は朝から晩まで、あるいは一生から、これからもそうだけども、差し上げるというね、生涯生活をすると思いますよ。差し上げるのを
喜んで生きているということですね。はい。だから皆さん神に祈る時もそうだけど、何とかしてくださいねって言って祈るね。あれおかしいねっていうの。これくださいくださいって言って祈ってんだもんね。私はそういう祈りができないんですね。全部神の素晴らしい栄光をね差し上げます。神の喜びを差し上げますって言っても、私を通して喜びを差し上げてるから、多分病気にならないんじゃないかな。そういう人っていうのは、喜びを差し上げる人っていうのは、喜びをいつも感じてるから、まあよくやってみせるんだけど、人に押されても、何やってんのっていうこういう感じですよね。押されてこんなになるっていうことはまずないから、喜びって差し上げるもんだから、いつも差し上げてるんですよ。はい。私はね、うん十年、もうあんまりこう数えたことないんだけれども、人々のお役に立ちたいというのが私の仕事ですね。それで最終的に治療師になったんですね。健康のお役に立ちたいということで。そうすると、今もそうだけど、こう無意識にやってるんだけども、こう喜び、健康っていうのは喜びなんですね。悲しみっていうのは不健康を表してますね。悲しいなーってで、悲しい。これ、こうやって弾いてるでしょ。差し上げてない。ですから、私は健康屋さんです。二人言って、世界中の人々の心身を健康にしていると、というのが私の人生の喜びであり、私の人生観。もう一つ言うと、そのために生きてるかな。ですから、喜びをいつも差し上げてるんですね。今もこう、うっかりっていうかやりましたね。喜びを差し上げてるんです。喜びって何ってこう聞かれるかもしれないけど、私で喜びって何かというと、差し上げるのが喜びじゃないかな。自分を全部差し上げる。だから私今治療院をやってませんよね。100平米ある治療院を閉めちゃったからね。今も途中通ってきましたけど、懐かしいですね。うん十年治療院やってましたね。そこで何をやってたかというと、喜びを差し上げるっていうのをやってましたね。命、意識、神と言ってもいいんだけど、喜びを差し上げるという、命の喜びを差し上げるという行動をするんですね。まあ具体的にはこうなるんだけどね。差し上げる。今治療院をやってないんだけど、同じぐらいの人々を治療してるかな。電話で治療ができちゃうんでね。要するに喜びを差し上げればいいんですよ。命の喜びを差し上げればいい。神の喜びを差し上げればいいと。それだけのことかな。